世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭夏会期に行ってきます。おはようございます。今日から僕たちの瀬戸芸夏会期がスタートです。今日は宇野港からフェリーで手島に向かいます。手島行きのフェリーに乗り遅れてしまったので高速船乗り場に向かっています。乗船時間までまだ時間があったので春会期にも鑑賞した金氏哲平さんのタワーへ。朝やから貸し切り状態でした。手島行きの高速船は人数制限があるらしく急いで乗り場まで戻ってきました。宇野港から手島唐戸港行きのチケットを購入。値段は1050円でした。8時40分発の船ですが平日なのに30分前でこんなに並んでました。宇野港出港から約40分、手島に到着しました。フェリーを降りてすぐに瀬戸芸用の手島ガイドブックを配っていました。初めての方も安心して巡れます。今回はこちらで自転車を借りてアートを巡ります。レンタサイクルはすぐにいっぱいになってしまうので、事前に予約しておくのがおすすめです。1日レンタルで2000円。使い方やアートの巡り方も丁寧に教えてくださいました。ここは大人気のインスタ映えスポットです。天気がいいのでとっても映えました。いやー、それにしても最高にいいアート巡り日和です。自転車を漕いで早速巡りたいと思います。最初の目的地、降雨エリアにある作品に向かっています。降雨エリアは唐戸港からだいたい6キロのところにあります。今回の手島のアート巡りは唐戸港から時計回りで巡ります。一周だいたい12キロで自転車だと2時間以内で回ることができます。にしても結構上り坂ありますが、電動なので坂道もへっちゃらです。唐戸港から自転車で約20分、降エリアに到着です。このエリアには3つの作品があります。まず最初に高浜海岸にある2つの作品を見に行きます。海岸から小木島も見えています。海も穏やかでめちゃめちゃ綺麗です。駐輪場に自転車を止めて1つ目の作品へ向かいます。ヘザー・ビー・スワンさんとノンダ・カサリディスさんの海を夢見る人々の場所です。公式ガイドブックの表紙にも使われている作品です。腰掛けて海と向き合いながら思いを馳せる場所として作られました。次の作品はその隣にある夏会期からの新作です。林春論さんの作品、国境を越えて祈りです。この子供たちの胸には手島からとある国の首都までの距離、そしてその背中にはその国の緯度と経緯と方角が記されています。実はこの作品、2016年に小豆島で制作された世界の子供の像で9年ぶりに瀬戸内に帰ってきたんです。たくさんの子供たちの像がここ手島から世界の平和を祈る作品です。次の作品は浜辺から歩いて5分のところにあります。近くに駐輪場もありました。この作品は塩田千春さんの作品、千の記憶です。新潟県で開催された大地の芸術祭の動画にも登場した塩田さんの作品。今回は赤色の毛糸を使い一軒家を空間とともに編み込んでいます。赤い糸は人と人とのつながり、過去と現在、そして未来を結ぶ象徴として使われています。一軒家には手島で使用していたそうめんの製造機が設置されています。この製造機は島民の方々がもういらないけど捨てられない大切なものとして見せてくれたものを使用しているそうです。過去に使われた道具や人々の生活と思い出を毛糸で結び、未来へとつないでいくメッセージが込められています。次は家浦エリアにある作品に向かいます。港エリアから家浦港まで約3キロ地点です。自転車で約15分、横尾忠則さんの手島横尾館に到着です。今回で4回目の手島横尾館です。作品を見終えたので次は唐戸方面に向かっています。家浦でお昼ご飯を食べようと思ってましたが、今日はほとんどのお店がお休みでした。そう思って諦めて走っていたら3年前には絶対なかったとてもおしゃれなお店があったのでちょっと寄ってみることに。手島家浦にある手島ファクトリーさんです。手島ファクトリーさんは手島の素材を加工するフードラボとビールの醸造所を併設したカフェです。メニューはこんな感じ。カレーやサンドイッチ、
もちろんビールも販売していました。店内はもともと何かの工場やったのか、とても広くてオブジェも置いてありました。綺麗な丸に見えるこのオブジェはどうやらゴミを集めて作ったみたいです。手島らしい作品です。今回はシソサイダーを注文。800円でした。夏バテ気味に最高の休憩になりました。手島ファクトリーさんの敷地内には横尾忠則さんの作品みかんの足場があります。この作品は銀座のグッチでも鑑賞できるみたいです。期間は8月24日までらしいです。次の作品は唐戸港に戻る途中にあります。手島は急に開けた海の景色が見えるので、自転車で巡るのが最高に気持ちいいです。海岸沿いを走っていると、2019年の作品、海とたがありました。動画だと見づらいですが、壁に埋まっている白いものはすべて貝殻なんです。海とたを通り過ぎて走っていると、青い看板が見えてきました。駐輪場に自転車を止めて、歩いて坂を登っていきます。この作品は青木の絵さんの空の粒子です。円形に切り出された錆びた鉄をつなぎ合わせて、空に粒子が舞うように形成されています。この場所はかつて地域のコミュニティの場であり、賑わっていました。湧き出る水の音と一体化したこの作品は、この地域にかつての賑わいを取り戻したいという願いが込められています。さて、そろそろお腹も空いてきたので、お昼にしようと思います。駐輪場に自転車を止めて少し登っていくと看板が見えてきました。今回のランチの会場も瀬戸芸の作品の一つで、安倍さんによって建てられたものです。こちらの島キッチンで食事する際、基本的に予約が必要ですが、外のテラス席で食事するなら飛び込みでも大丈夫みたいです。夏は暑いですけどね。メニューはこちらです。予約なしだとお食事系はこちらのキーマカレー一択のみです。店の裏側にあるテラス席にやってきました。空き家だった古民家を改修し、大きな屋根に囲まれたテラス席、中央には大きな木も植えられています。また、ここでは毎月島のお誕生日会が開催されていて、島の方と一緒にお祝いもできる素敵なイベントもやっています。屋根の下で寝っ転がっていたら注文していたキーマカレーが届きました。1000円でした。手島のお母さんと丸の内のホテルのシェフとのコラボレーションで完成した島キッチン特製のキーマカレーらしいです。めちゃくちゃ美味しかったです、このカレー。腹ごしらえも済んだところで次の作品へ。島キッチンのすぐ隣に作品があります。ピピロッティリストさんのあなたの最初の色です。この作品は古い蔵の中に設置された円形スクリーンにチューリップや風景などのカラフルな映像が投影される空間展示です。映像と音楽が一体となり、鑑賞者を幸福感で包み込みます。高い位置にあるスクリーンを下から覗き見るような体験が特徴です。次の作品は駐輪場の隣にあります。オーストラリアのアーティスト、ジェナ・リーさんの再び言葉に満ちた部屋です。空き家を生かしたこの作品は、火、水、風の3つのインスタレーションが連動しています。この部屋ではオーストラリアの先住民について誤った情報を書いている本を燃やして瓶に詰められています。その隣では同じ本を分離させ、清める意味を込めて波紋の形に表現しています。ここにあるたくさんの急須は島民の方が提供してくださったそうです。そして最後の部屋ではユーカリを模した形の紙を吊るし、風に揺られることで失われた言語や文化が再び息づく過程を表しているそうです。静かな空間で文化の記憶や癒しを感覚的に体験できる作品です。次の作品を見に一度唐戸港の方まで戻っていきます。手島といえばここという大人気スポット。やっぱり何度来てもこの景色はたまらないですね。レンタサイクルを通り過ぎた先に2つ作品があります。はじめに見えたのは唐戸港から歩いて5分のところにあるこの作品、イオベットとポンズの勝者はいないです。手島の形をしたセイタに6つのバスケットゴールが設置されています。勝者はいないというタイトルの通り、勝ち負けよりも一緒に楽しむことをテーマとした作品です。この日もたくさんの人と一緒に作品を楽しむことができました。この炎天下でバスケはかなり体力消耗しました。汗びっしょりです。さて次の作品は勝者はいないから自転車で5分くらい走ったところにあります。ここで自転車を止めて歩いて向かいます。徒歩1分で着くそうです。
到着しました。クリスチャン・ボルタンスキーさんの作品、心臓音のアーカイブです。内部は撮影禁止なのでお見せすることはできませんが、世界中から集められた心臓音が音と光で表現されています。ここでは自分の心臓音を録音することもできて、作品の一部に加わることもできます。録音した心臓音は CD にしてもらえて、自分へのお土産にはぴったりだと思います。3時に手島美術館を予約しているので、売店で少し休憩しています。現在お昼の2時過ぎ、気温は34度近く、島では基本的にずっと外なので、熱中症対策はしっかりした方が良さそうです。入場時間の15分前になったので出発です。唐戸港付近にいたので自転車だと10分もかからなかったです。手島美術館に到着です。こちらの美術館は瀬戸芸パスポートを持っていても予約が必要な施設です。すぐに満席になってしまうので早めに予約した方が良さそうです。僕たちは1週間前にネットで予約しました。チケットは1800円でした。オンラインだと現地で買うより200円お得です。ここが手島美術館のインフォメーションです。ここでもチケットを購入することができます。ロッカーもありましたよ。メールで届いていた QR コードを準備して入場を待っています。チケットを発券してもらいました。このチケットを持って美術館へ向かいます。美術館へ向かう道中はとても整備されていて、ここを歩くだけでも癒されます。デンマークにあるルイジアナ美術館のような自然と調和された心休まる空間です。手島美術館は西澤隆英さんの建築で風景に溶け込むように設計されています。この白い外壁の中に素晴らしい作品が展示されています。中には内藤玲さんのインスタレーション作品が展示されています。空間全体が一つの作品で建築とアートと自然が融合した体験型インスタレーションです。こんな体験ができる美術館はここだけだと思います。本当に世界一美しい美術館です。美術館隣にあるミュージアムショップ兼カフェに行ってみたいと思います。こちらの建築ももちろん西澤隆英さんの設計です。入り口はちょっと狭めです。ミュージアムショップには手島美術館でしか手に入らないグッズもたくさん置いてあり、どれも美術館のコンセプト通りのミニマリズムなものが多くてめちゃめちゃかっこいいです。ミュージアムショップにはカフェも併設されており、飲み物だけでなくケーキやジェラートの販売もしています。店内はこんな感じです。全体的に丸く、天井には美術館よりも全然小さいですが大きな窓もあります。そこから見える自然の風景と青い空が最高でした。コーヒーとお米のジェラートを注文。合わせて890円でした。ジェラートは本当にお米が入っていてミルキーでとても美味しかったです。ごちそうさまでした。今回で4回目の手島美術館。何度来ても再び戻ってきたくなるそんな美術館です。世界中の美術館を巡りましたが、今のところトップ3には入っています。16時25分発のフェリーに乗るため、唐戸港に戻ってきました。春海期でも使用した3日間フェリー乗り放題チケットを使って乗船します。フェリーが来ました。フェリー乗り放題チケットは、高松と手島を結ぶ高速船は対象外のため、一度唐戸港から小豆島土庄港に行きます。小豆島土庄港です。高松行きのフェリーまで20分ほど時間があったので、港近くでゆっくりしていました。高松行きのフェリーが到着したので乗船します。瀬戸内海を照らす夕焼けがとても美しいです。高松港に到着しました。約3ヶ月ぶりの高松港です。これから少し宿で休憩してベトナムマルシェに行ってみようと思います。ベトナムプロジェクトにやってきました。夏会期中15時から20時までやっています。ベトナム語で友を表すコンをテーマに村の伝統工芸や雑貨がたくさん並んでいるそうです。マップはこんな感じです。手前にカフェもあるので後で行ってみようと思います。パンフレットをいただきました。ベトナム料理も食べられるみたいです。マルシェの横にはたくさんのカラフルなランタンが吊るされていました。ここには約300個のランタンが吊るされています。夜に来るとランタンが道を照らしてくれるのでとっても幻想的です。
マルシェをぐるっと一周してコンカフェにやってきました。ここでは本格ベトナムドリンクを楽しむことができます。練乳入りコーヒーを一つで。私たちは練乳入りコーヒーにしてみました。初めてなので楽しみです。コンカフェは2007年にハノイの小さな通りから始まったカフェチェーン店で、今回日本初上陸だそうです。これが練乳入りコーヒーです。特徴的なコーヒーのコクと練乳の甘さが交わり、なんだか癖になる味わいでした。とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、ハンセン病の記憶をアートを通じて伝える場所、大島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。